カソリックの総本山でありながら、同時に錬金術師とかフリーメイソンの集会場所でもあった。フルカネリという人が書いてます。ノートルダム寺院やヨーロッパ各地のゴシック寺院に彫られているレリーフ、彫刻っていうのは、一見キリスト教の聖人やエピソード集に見えると。でも実は、それは錬金術師だけにわかる記号とか方程式がありとあらゆるところに隠れて表されていると。レリーフなんですけども、聖母マリアを彫ってるんですね。なんで聖母マリアとわかるのかっていうと、女性がですね、王座に座ってるからです。女性が王座に座ってて、右手に本を2冊持ってます。左手に尺と言われる、杖みたいなものを持ってます。王座に座ってるから、もちろんこの女性は聖母マリア。大体ノートルダムっていう寺院そのものが聖母マリア教会。これは以前ゴシック教会で言った通り、ノートルダム、ノートルは我々のです。ダムはレディです。マダムっていうのはダムの前にマをつけただけですね。マダムっていうふうに僕らが未だにご婦人のことを言うのは、このフランス語から来てるんですけど、ノートルダムってのは我らの婦人であって、実はキリスト教寺院ではない。ポイントはですね、右手のですね、2冊の本です。1冊はですね、開かれて、もう1冊はよく見るとですね、ベルトみたいなもので封印されてます。手前の開かれた方が献教、つまり明らかな宗教です。奥の閉じられた本は密教、秘教です。開かれた本というのは誰にでもわかる知識として与えられている聖書であってキリスト教。奥の方の密教っていうのは閉じられて一部の人にしか見せられない、誰にも見せないというふうにされているですね、錬金術とかですね、ヘルメス主義のようなものを表しています。つまりキリスト教とその背後に隠されている錬金術っていうのをですね、このレリーフっていうのが表しているわけですね。この建物、建築物というのは全てこのような二重構造でですね、意味が彫られているよというのを宣言しているレリーフでもあります。中央のですね、マリアの前にある9段のはしごっていうのは黄金を洗礼するとき、錬金するときに必要な9つの化学反応の段階と錬金術師が持たなければいけない9種類の忍耐というのを表すというふうに言われています。キリスト教的に解釈したら全くこれ分かんないんですよ。この階段にしても何にしても。錬金術として解釈するとはっきりスッキリする。説明で全てのレリーフが説明できるわけですから。1842年っていうですね、この舞台になった時代、フランスの時代っていうのは、グーテンベルクが聖書を印刷したあたりの時代ですね。カソリック教会は神は教会にいるって言ってたんですよ。神に会いたければ教会に行きなさい。大聖堂に行きなさい。そうしたらそこに神はいらっしゃいますって言ってたのが、グーテンベルクの印刷革命によって、神というのは聖書の言葉の中にいる、イコール我々の心の中にいると。後にプロテスタント運動になっていく。そのためにですね、ビクトル・ユーゴはノートルダム寺院を石の書物というふうに言ったわけですね。紙の書物でない石の書物であると。紙の書物っていうのは誰にでもわかる言葉で書いていると。印刷されて誰にでもわかる言葉で書いてあると。複製ができて印刷ができて、パリに住んでなくても世界中どこでも読める。ネットなんですね。いわゆる本当の本なんかなくてもネットの情報があればいいっていう主張と全く同じことをビクトル・ユーゴは危惧してたわけ。ビクトル・ユーゴはそうじゃなくてパリにいてパリに住んでノートルダム寺院を見なければわからないこともある。で、そうじゃなくてそこに書いてあることを本に書いて印刷してばらまいてみんなが読めば同じじゃないかと。そういう理性主義っていうのをビクトル・ユーゴは大批判してるんですね。そうではないと。そのビクトル・ユーゴがですね、守ろうとした石の書物、紙の書物が石の書物を滅ぼしてしまうというですね、石の書物というのは何でしょうか。ノートルダム寺院っていうのは、これ見方です。ゴシック寺院っていうのは、こういうふうに見ます。基本的にですね、十字架の形をしてるんですね。で、十字架の長辺の方が入り口になっていて、ここの位置にですね、一番いい祭壇があるわけですね。で、この祭壇周りをこの屋根を高くするためだけに飛び張りって言うんですけども、空中で支えているこの板みたいなものがいっぱい生えてると。なので、ただ唯一高さが欲しいだけなんですね。ローマ時代とかですね、あとはルネサンス期の建築物っていうのは高くなろうって無理しないんですよ。そうではなくて、神の世界というのは原子とか物理、法則がそのように単純であるべきだと。単純であるだからシンプルな形っていうのを突き詰めようっていうのがロマネスクとかローマ時代の考え方なんですけど、ゴシックは違う。神にとにかく近づきたい。あと、その中世の森を再現したい。そのためには高くしたいと。だからこれ見てわかる通り、こんな建物なんですよ。実はこの周りっていうのはですね、ただ単にこれを支えるための構造でしかないんですね。この高い屋根を支えるためにこんだけの周りの構造物が必要って。建物
ではなくて書物であったっていうのがですね、ユーゴの考え方です。ヘルメス主義で書かれたいろんなお話とかですね、もしくは科学式ですね、精錬方法、錬金術の方法がこの中に書かれているわけですね。錬金術師たちはデータ化された概念っていうか、誰にでもわかるように書かれた本というのを信用してないから、それでももう自分で錬金術は最後だろうと思ったからフルカネリが書いた数少ない本が大聖堂の秘密です。例えば、ノートルダム・ド・パリの中でですね、原作の方です。カジモドはノートルダム寺院の前庭に捨てられてます。これはディズニーアニメとか劇団四季の方ではですね、赤ん坊のカジモドがなんかジプシーから奪われて、フロロが育てるってことになってるんですけど、違います。ノートルダム寺院の前に捨てられなければいけなかったんです。なんでかというと、ノートルダム寺院の前には当時、もう今撤去されてるんですけどもですね、セントクリストフの巨像の向かいっていうふうに原作には書いてます。わざわざ、セントクリストフの巨像の向かいって書いてるんですね。もうこれ、ビクトル・ユーゴが書いてた時代のパリには、ノートルダム寺院の前にはですね、セントクリストフの巨像なんてないんですよ。でもなぜわざわざセントクリストフの巨像の前と書かなければいけなかったか。セントクリストフの巨像っていうのはですね、キリスト教のですね、逸話、伝承の一つですね。川の渡し人足です。川をですね、人を乗せて渡すのが仕事としている大男ですね。で、ある日赤ん坊を助けてくれと言われて、赤ん坊を運ぶことになりました。腰がすごく曲がって杖をついてます。なんでかっていうと、運んでる最中にその赤ん坊がどんどん重たくなってきたからです。どんどん重たくなってきて、もう運べないというふうなことになって、なんでこんなに重いのかっていうと、実はそれは人間の罪を全て背負ってるからだというふうに言われると。ああ、この人はイエス・キリスト様その人なんだと分かったということでですね、このセントクリストフは後に聖人ということになるんですね。こういうです。だからセントクリストフの像の向かいに捨てられたということは、ビクトル・ユーゴはカジモドを明らかにイエス・キリストとして書いてるんですね。イエス・キリストは全人類の罪を背負って生まれてきた人間っていうのがキリスト教なんですけど、ユーゴはそうじゃない。モテない男と言ってもいいですし、それではなくて合理主義の影の中でどうしても非合理なもの、例えば恋愛みたいなものがあると。そういう恋愛みたいなもので救われない人間の代表としてカジモドをやってる。だからもう裏のキリストとして書いてるんですね。だからわざわざセントクリストフの巨像の向かいに捨てられていたというふうに設定してるわけです。同時にですね、そのセントクリストフというのはキリストイコール最も貴重なものを運んでいるわけですね。なのでですね、錬金術の世界ではですね、このセントクリストフは、一番貴重なですね、黄金を化学反応で作る錬金術上の媒体であるですね、賢者の石または水銀を表すというふうに言われているんですね。この絵では違うんですけども、ノートルダム寺院の前にあったですね、セントクリストフの像はですね、紫色と灰色で塗装されていると。これ他の聖人たちというのはですね、もっとカラフルに塗装されてるんですね。ところがセントクリストフだけは紫とグレーで塗装されている。それはなんでかっていうと、錬金術の世界では水銀の色っていうのはアリストテレスが決めていてですね、グレーと紫っていうふうにはっきり決まってるんですね。なのでその色で塗装されているというのが主張です。セントクリストフっていうのは錬金術とか後に説明するフリーメイソンとの関係、つまり神を持ち上げるのは我々っていうある種のエリート思想が嫌われててですね、なかなか実は聖人にしてもらえなかったんですよ。さっき後に聖人になったって言うんですけども、大揉めの後聖人になったんですね。シュトロエンっていうフランスの自動車会社があるんですけど、その本社の近くにセントクリストフ寺院っていうのがあるんですけど、この寺院も建てられるまでにですね、建てたいですという申請があってからバチカンがダメセントクリストフは聖人じゃないっていう風に、だってあれフリーメイソンとか錬金術と繋がってるじゃん、ダメっていう風にはっきり言われてですね、ダメ出しされてようやっと認定されて寺院ができたっていうぐらいですね、実はバチカンには嫌われていると。教会でありながらですね、カソリックの総本山でありながら同時にですね、錬金術とかフリーメイソンの当時のカソリックの敵の集会場所でもあった。明らかにですね、そういえば、ゴシック建築って僕実際にヨーロッパで多分教会で言えばかなりの数見てきたんですけども、掘ってるものがちょっと変すぎるんですね。偏ってるというかですね、キリスト教のストーリーを語るにしてはなんでこれがとかですね、なんでこんな掘り方をするって不思議なことが多すぎる。このフルカネリのですね、ゴシックっていうのは錬金術の秘密を掘ってるんだっていう学説は、歴史学上、建築学上ではですね、未だに否定されてるんですね。そういう神秘主義を入れたくないという思っている建築
学の人が多いから。ところがその建築学の人は、じゃあノートルダム寺院の個別のそのレリーフの意味を説明できるのかというと、ほとんど説明できない。ある種、そう、今コメント流れたダヴィンチコードみたいなもんなんですね。かなり説得力のあるダヴィンチコードだと思ってください。重要なのは、通常の宗教学とか建築学では、ノートルダム寺院のレリーフの不思議さっていうのを説明しきれない、できないとは言えないんですけど、しきれないことなんですね。ところが、フルカネリの説明だったら、かなりですね、納得できる部分がある。ここら辺が面白いところです。次はこの右側です。この右側にもですね、ガーッとレリーフ掘られてるんですけども、その中でですね、わかりやすいものをちょっと探してきました。これですね、女性がグリフォン、抱いている写真です。中世のモンスターでですね、ワシ、鳥の猛禽類のワシですね。ワシとかタカのワシです。ワシのですね、頭と胸を持って、その他の部分はライオンというですね、想像上の怪物です。で、これは想像上の怪物、モンスターっていうのがですね、一般的な通説ですけども、錬金術的には違います。錬金術的にはですね、ワシっていうのは気体とか風を意味しててですね、大気現象を意味してて、この場合、錬金術として語る場合は、消化作用ですね。つまり物質が温められて、気体になるときに化学組織を変える消化還元の消化ですね。作用を意味しています。で、高温に熱せられた水銀が不純物を取り除くこの消化作業の過程を和紙というふうに錬金術師たちは呼んでました。ライオンはあらゆる獣の王であり、イコール金属の王であり、黄金の精錬過程で水銀が不可欠な存在であるっていうのをこのグリフォンで表しているわけですね。普通の宗教絵画ではこの構図使わないというやつばっかりが錬金術として当てはまるのがあるので、うまく隠してるなっていうのがすごくよくわかります。ただですね、わかると言ってもわかりにくいんですね。なんでこんなわかりにくいのか。ノートルダム・ド・イン・パリの舞台は、ビクトル・ユーゴの生きていた時代ですね。1830年ぐらいの150年ぐらい前、1482年です。ルネッサンスで合理主義がはびこってフランスで革命で世界が科学の時代、いわゆる光が当たった時代になった時に、イギリスでですね、一つの団体が生まれました。その名をフリーメイソンと言います。フリーメイソンはですね、もともと記録に残っている一番古いのでは14世紀頃の中世の石膏、いわゆる石をカンカン切り出したり掘ったりする。つまりこのノートルダム寺院を作ったおっさんら、こういう人らの集まりだったんですね。でも、その14世紀頃のですね、石膏の組合がルネッサンスによってですね、石造建築というのがだいぶ減ってきたことによって、レンガとかの時代になったんですね。それが17世紀ぐらいになって、かなり後の時代になってですね、建築とか石屋さんと関係なくですね、貴族とか紳士とか知識人たちをどんどん入れようというムーブメントがあって、で、その後変異してしまったと。この時にフリーメイソンっていうのはですね、職人団体から友愛団体、普通の組織にくら替えしたんですね。今回のポイントというのはですね、それら新しい、これを僕は2代目フリーメイソンと呼んでるんですけど、2代目フリーメイソンは今の流れにつながるフリーメイソンです。だから、今のフリーメイソンをどんなに調べても、中世のこの石を掘っていた錬金術のフリーメイソンは全くわかんないんですね。もっと昔にあった初代フリーメイソンというのはどんな組織だったか。ノートルダム寺院を作ったヨーロッパ各地の教会建築を作って、そこに錬金術の知識を隠していったんですね。初代フリーメイソンっていうのは、錬金術とか、あとキリスト教以外の錬金術という神なんですかね。神を信じていたわけです。今のフリーメイソンって儀式とかが全部秘密なんですけど、あれ無駄なんですよ。現代のフリーメイソンというのは実はかなり博愛主義の団体です。例えば、フリーメイソンが世界を支配しているというふうに、証拠だというふうに言われるですね、1ドル札の裏ですね、プロビデンスの目っていうやつなんですけど、このプロビデンスの目っていうのは、これは我々がお前たちを見張ってるぞ、支配してるぞというふうに言ってるんですけども、実際はですね、これ理性主義なんですね。理性主義の象徴、あと教育の象徴として出てくるやつなんですよ。で、この上に書いている文字はラテン語でですね、神は我々の企てを支持されるっていうふうに書いてます。下の方にですね、時代の新しい秩序っていうふうに書いてるんですね。ピラミッドはですね、見てわかる通りこれ建築中なんです。建築中のピラミッドであってアメリカという国を作り上げるっていうことを神様は支持しているという意味でですね、実はかなり理性主義のやつですね。人権宣言の版画にもですね、このプロビデンスの目っていうのはですね、書かれてるわけですね。これでわかる通りですね、かなりですね、理性の象徴というふうに言ってもいいんですけどね、現代のフリーメイソンは、これをシンボルの一つにしてるから、実際のシンボルは、
石工時代のコンパスとかなんですけど、このプロビデンスのメモシンボルの一つに使ってるんですけど、それは何かっていうと、すべての人に教育をとかですね、世界全体に理性とか合理の光で照らして、変なまじないとか不合理なものをなくしていこうという、フリーメイソンというのはその意味で割とね、解明主義的な団体なんですね。秘密主義にする必要が全くないです。なんでそんなことを今も秘密主義だったのかというと、初代の石工時代のフリーメイソンが秘密主義だったので、なんとなくその伝統だけを受け継いじゃった。構成メンバーが変わってるんですよ。当時じゃなくて弁護士さんとかお医者さんとか貴族とか政治家とかそういう人がフリーメイソンに入っちゃったんだから、全く秘密主義の必要がないのに、秘密主義という部分だけは初代から受け継いでるっていうですね。何かこう、ネオアトランティスのような歪んだものを僕は感じてしまうんです。初代から秘密主義を受け継いで、2代目はですね、初代のあった秘密主義、解明主義、どちらかというと合理主義っていうのが2代目フリーメイソンの特徴です。じゃあなんでですね、初代フリーメイソンは秘密主義だったのか。高度な技術や職業上の必要から錬金術の知識を持っていたので、秘密主義になったわけですね。で、現代の解釈ではそういう秘密がバレると、いわゆる技術を独占できないからとかパクられるからというふうに考えられて、大体そういうふうに書いてる本が多いです。錬金術では。実際には違うと僕は思います。これですね、錬金術師たちの考えの基本なんですけども、知識を持つ者はその知識を世界に与えるかどうかの責任を持つっていうのが、このゴシック時代の錬金術の末裔の科学者の考え方なんですよ。今の科学者の考え方は全く違うんですね。そうじゃなくて特許主義、発表主義ですから、綺麗事で言えば隠す権利がない。一瞬でも早く発表すべきだと。その知識をよく使うか悪く使うか、それはもう人類に任せようという性善説っていうのが、綺麗事で言えばなんですよ。でも悪く言えば、ちょっとでも発明したものは先に発表して自分の手柄にしたい。それで特許料を得たい、栄誉を得たいという人間の巧妙心が科学を発達させるんだっていうふうなものもある。錬金術師とかですね、ヘルメス主義者たちは責任感のある科学者、自分たちが持っている科学知識っていうのは使い方によればですね、破壊兵器も使えるし、水銀なんていうものは本当にもう自分たちが実験したら分かる通りすごい体を蝕むわけですね。なので人間っていうのを殺すのは簡単で、例えば水銀みたいなものを撒けばいいっていうのは研究結果でいくらでも出てるんですよ。でもそれをずーっと数百年間彼らは発表しなかったんですね。そういうですね、責任感のある科学としての錬金術と、責任感のない科学としての論理とかですね、あと、一般の僕らが知ってる科学っていうのは、実はそういうふうなものがどうあるべきなのかっていうのを、僕らそのゴールだけ見てるんですね。結果的にゴールとして責任感のある科学っていうのは途絶えてしまったわけですね。倫理の科学っていうのは、倫理的な科学っていうのは途絶えてしまって、そうじゃなくて、とにかく研究発表というのはどんどん出して、それをどういうふうにするのか、例えば人間のコピーっていうのを作っていいのかどうかっていうのは、その都度ごとにケースバイケースで議論して考えましょうよという、全てがオープンされた体制というのしか僕ら知らないんですね。でも、このビクトリー・ユーゴがいた時代、どんなのかというと、フランス革命で宗教に光が当たって、全てを合理的に説明できるようにして、ノートルダム寺院の中にすら祭壇を破壊して、理性の神様っていうのを称えた時代です。ユーゴはそれを見て、同時に、それを良しとしながらも同時にゴシック建築が失われていく。その神秘主義錬金術っていうのは何かっていうと、必要とされる責任があるものだけが知識を持っていればいいんじゃないのかっていう、前の時代の悩みっていうのも、この中に留めてるわけですね。錬金術の卑怯性とか閉鎖性は責任感のゆえ。だから、面白いことにですね、ゴシック時代の大工たちはですね、何を掘ったのかというのに関してもほとんど記録残ってないんですね。ゴシック建築の大寺院っていうのは、後の研究でもですね、誰が建てたか、誰がどの場所を掘ったのかっていうデータが全然残ってない。それはなんでかっていうと、データが残ってないんじゃなくて、誰も語らないんですね。紙の書物がですね、建築、石の書物を滅ぼすっていうのは、合理化されたキリスト教ですね、後にプロテスタントになる人たちが、ゴシック教会を滅ぼすという嘆きであったんですね。石の書物、こういう建築が失われると考えました。国民全員に大聖堂を復興運動っていうのが起こってですね。で、1483年ですね。この破壊指令から50年経ってですね、与野党政府はですね、この破壊指令というのを撤回して全体補修というのを決定したそうです。パリにあるですね、ノートルダム寺院はビクトリー・ユーゴーのおかげで、修復されたわけであります。ユーゴーが書こうとしたのはですね、近代合理主義の中で消えていく錬金術。もう一つの科学のあり方。責任感を持った科学。それはね、逆に言えばエリート主義的にですね、与えるべき資格を持つ人間だけが
知れる知識、ヘルメス主義でもあります。そういうふうなものが失われていくのと同時に、その合理主義では恋愛っていう不合理なものを救えないじゃないかっていうふうに主張したものです。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。